はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。先週はね、ポッドキャストをお休みしてしまって本当申し訳ございませんでした。理由は簡単です。時間がなかった。はい。代わりに YouTube の動画をアップしてるので、まだ見てない方は、ぜひ見てみてくださいね。私が1週間で、かなりお金を使ったので、それで何を買ったのかという紹介動画を、はい、しています。で、まだね、動画を出してないだけで、いろいろ、Vlog とかいろいろあるので、お楽しみに。はい。で、今日はですね、今、バンクーバーに来てから、約1ヶ月ぐらい経ったので、近況報告というか、どんな感じかというお話をしたいと思います。はい。よくね、皆さんから質問が来るんですよね。はるかさんはバンクーバーで何をやっているんですかって。はい。何もしてないです。マジで、何かしてるかって言われたら何かしてるかもしれないけど、何もしてないよねって言われたら何もしてないですっていう感じ。はい。特に特別なことはしてないです。はい。どんな一日というか、どんな一週間をね、私は過ごしてるかというと、普通に朝起きます。おはようって。だいたいレッスンがある時間に合わせるので、7時の時か、8時の時か、9時の時か。この時間ぐらいに起きる。うん。で、まず朝レッスンします。はい、みんなおはようございますつって。おはようございますってレッスンします。で、そうすると大体お昼ちょっと前ぐらいになります。なので、お腹が空くまで、ダラダラします。ダラダラします。アニメ病がね、また、再発しまして、なぜか、ワンパンマンをまた見て、はい。埼玉ってかっこいいなーって思いながら、今は、トラドラを見ています。はい。トラドラはね、もう10年ぐらい前の作品になるんですけれども、恋愛ヒューマンアニメっていう感じで、名作と言われているアニメですよね。はい。私今まで見たことないんですよ。もちろん名前は知ってたんですけど、なんかね、やっぱり恋愛系は私あまり見たことがないので、でも見ようと思って見始めたら結構面白いですね。はい。25話まであってちょっと長めなんですけど、後半に行くにつれて、人間臭さが出てくるというか、ただの恋愛ドラマ、アニメっていう感じではないですね。あと主人公の大河役の釘宮さんっていう声優が私は大好きなんですよね。だから、さすがの演技力っていう感じで楽しんでます。はい。そんな感じで、アニメとかを見て、お腹空いたなーってなってご飯食べて、で、昼になったら、近くの、カフェに行って、コーヒーを飲みながら、ポッドキャスト編集したりとか、シャドーイングのチェックしたりとか、いろいろ、授業の準備をしたりとか、YouTube の編集をしたりとかして、だいたい2時間ぐらい、バーって編集して、で、スーパーに行って、いろいろ買い物して、帰って、夕ご飯食べて、で、そうするとまた夜のレッスンが開始するんですよね。夜のレッスンがだいたい6時から9時ぐらいまでの間で夜のレッスンがあるので、レッスンして、で、また、だらだら、アニメ見ようっつってアニメ見たりしてで、最近はちょっとゲームとかもやろうかな、みたいな、ニンテンドスイッチとかを、いいものないかなって見たりして、はい、寝るという、はい。そんな一日を過ごしております。だいたいそれを平日繰り返しまして、一週間の間でね、だいたい一日2日ぐらい、レッスンが少ない日があるんですよね。全くレッスンがない時もあるし、レッスンが1個しかないとか、そういう時に、ちょっと遠くまで行って、先週はサイクリングをしたりとか、あとダウンタウンで買い物したりとか、ちょっと日帰り旅行に行ったりとか、そんな感じ。普通っしょ？特に変わったことはしてません。でも、やっぱり、
出かけるって時が、やっぱ日本だといつも同じところになるんだけど、今回はやっぱりバンクーバーなので、その出かける時とか、カフェに行く時、スーパーに行く時、何をするにもやっぱり新しくて楽しいっていうのは、やっぱありますよね。はい。そんな感じです。はい。本当に日本にいる時と生活はほぼ変わっていないんですけど、でもやっぱり違う。そんな生活。はい。でね、このもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、ほぼ誰にも会ってないんです。はい。はるかさん、本当に一人ぼっちで生活してるんですね。友達に1回ぐらい会ったんですけど、で、今日は実はその久しぶりに、4年ぶりぐらいに会う大学の友達に、はい、バンクーバーに住んでる女の子がいるんですけど、その子と一緒に夕ご飯を食べに行くっていう感じなんですけど、本当に人に会ってなくて、もう改めて私は一人が好きなんだなっていう風に実感しています。うん。なんか私歩きながら、なんかいろいろ考えながら自分の分析をしたりとか、なんか考えることが好きなんですけど、自分の分析をした結果、やっぱり私は一人でいる時間が好きだなっていう風に思いました。何をするにも。はい。さすがにね、1ヶ月一人だと、ちょっと寂しいなっていう気持ちもあるんですけど、いや、ほぼないね。ほぼない。大丈夫っていう感じで思いますよね。でもなんで私は寂しくないんだろうなって思ったの。これって、私的に思ったのは、一人が好きで、一人なんだけど、一人じゃないから寂しくないんだと思う。どういう意味ってことなんですけど、私は今一人だし、一人が好きだし、いつも一人でいる時間が多いんですけど、でも本当に一人じゃないんですよね、私って。はい。もちろん友達も会ってくれるね、たまに会ってくれる友達もいるし、家族もいるし、はい。あとレッスンしている人たちもいるし、これを聞いてくれている、リスナーさんもいるし、だから一人のようで一人じゃないんですよ、常に。だから一人が好きなんですよね。ちょっとよくわかんなくなってきたな。意味わかります？私の言ってること。本当に一人じゃないんだよね。だから皆さんがいるおかげで、この一人の時間を楽しく過ごせている。だなって思うんですよね。もし本当に私が一人だったら、寂しくて多分震えてると思うんですけど、本当に一人じゃないからこそ、この一人の贅沢な時間を2ヶ月も楽しむことができるんだなってね。なんか改めて周りの人に感謝って感じですね。と言いながら全く周りの人には連絡してないんですけどこんな私でもね、心配して連絡してくれる人もいるので、感謝って感じをこの1ヶ月考えました。人に感謝かな。はい。皆さんは一人でいる時間って好きですか？どうですか？私って本当になんなんだろうな。昔はそうじゃなかったんだけどな。今はなんか本当に何でも一人でやるようになってしまって。でも一人じゃないから一人の時間が楽しいんだよね。さっきも言ったけど。はい、ちょっとなんか、簡単そうで難しそうで、難しそうで簡単そうな話をしてしまいました。はい。皆さんはちなみに一人でいる時間ってどのぐらいありますか？一人でいる時間があったら何をしますか？教えてください。はい。最近の私のカナダ生活はこんな感じでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、ウェブサイトチェックしてください。あと、私の Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。そして Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon ではですね、ボーナスポッドキャストとか、私のブログとか、いろいろ追加コンテンツがあるので、ぜひチェックしてみてください。あと、シャドーイングコースのメンバーを募集しております。私のシャドーイングコースがあるので、詳しくはこちらの動画をご覧くださいませ。はい。1ヶ月5000円になります。はい。頑張ってるね、シャドーイングコースの皆さん。しかも、慣れてきてるね、シャドーイングに。明らかにスピードが速くなってる、みんな。
素晴らしいと思います。はい、これからも一緒に頑張りましょう。はい。あとですね、リクエストある方はぜひ、リクエストボックスにリクエストお待ちしております。以上かな。なんかあるかな。まあ、YouTube の Vlog を作っていく予定なので、YouTube の方ぜひチェックしてみてくださいね。はい。以上。他になんかある誰に聞いてんのって話なんですけど。ないかな。はい。以上。はい。ということで、皆さん、7月がもうすぐ終わりますが、これがアップされてる時はもう7月の本当に終わりの時かな。ね。終わってる？まだかな。まあいいや。とりあえず、夏暑いので熱中症とか気をつけて、たくさんお水を飲んで、夏乗り切りましょう。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。